34、良きサマリア人。夜明けにイエスは旅立つ支度をした。2日分のパンと水を用意した。旅に出かけるときは、お金も下着も靴も何も持っていかないのがエッセネ派の決まりであった。旅先の町々には、彼らの同志が住んでいて、エッセネ派に属している者が訪ねてくれば、何くれとなく世話をしてくれるのであった。イエスはエルサレムで、このような同志の家に滞在し、商人から約束の財布を受け取った。この旅では、同志のヨエルという兄弟と一緒であった。エリコに向かって帰る途中、彼らは岩だらけの荒野に差し掛かると、刃物を持った男たちが現れ、夕暮れの静けさを破った。ヨエルはすっかり震え上がり、どこかへ逃げてしまった。4人の荒くれ男はイエスを引き倒し、着物を剥ぎ取り、半殺しにしたままで路上に放り出した。盗賊たちは財布を抜き取り、山の方へ引き上げていった。そこにレビ人、役者中、神殿で神に仕えている祭司を助ける補助者で、名門の出身者がイエスのそばを通りがかった。イエスは虫のような声でレビ人に助けを求めた。しかし彼はイエスの方をちらりと見ただけで、通り過ぎていった。次に権力も金もある神殿勤めの祭司がロバに乗ってやってきた。祭司は一瞬立ち止まり、哀れな目でイエスを見下ろしていたが、通り過ぎていった。こんなものと関わったら、どんなひどい目に遭うかわからないと思ったからである。イエスはもうこれで最後かもしれないと諦めていた。暗闇が辺りを覆い、飢えた野獣が洞穴から出てきて、食い物を漁っていた。しばらくすると、一人のサマリア人、役者中、同じ民族でありながら、歴史的事情によってユダヤ人と敵対関係にあった者がやってきた。サマリア人はユダヤ人から虫けらのように軽蔑されていた。同じ先祖でありながら、モーセの律法を捨ててしまったからである。このサマリア人はロバから降りてきて、イエスのもとに駆け寄った。全身傷だらけで、意識を失っていることを知ると、彼は自分のロバにイエスを乗せ、谷合の宿屋まで運び、傷の手当てをした。寝かされたイエスは高熱を発し、苦しみもだえていた。サマリア人が宿屋を出て行くときに、宿屋の主人にお金を渡しながら言った。これで、あの方の必要なものを賄ってくれませんか。もしこれで足らなければ、この次に立ち寄るときに支払いますから。4日ほど経ってからイエスの熱は下がり、順調に傷が治っていった。宿屋の主人は、サマリア人のことをイエスに詳しく話してくれた。わしらはここで長い間たくさんの人を知っているが、この人みたいな方は初めてですよ。右手のしていることを左手に知らせようとしないのですからね。あの方は私にこう言うんです。自分の名前は絶対に言わないように。そしてもう一度ここに来て、まだあなたがおられる時には、顔を合わせないようにするとね。あのサマリアの人間がそんなことを言うんですからね。私が倒れていた時、実はレビ人と祭司が通りがかったんです。あの方たちなら私も知っていますよ。何しろモーセの律法をよく守っている聖人ですからね。イエスはすかさず尋ねた。3人のうちでどなたが一番神様の目にかなったでしょうかね。あのサマリア人ではないでしょうか。とんでもない。サマリア人は大酒飲みで断食なんかやらないんだ。奴らは人間ではないからね。後になってイエスの弟子がこの話を聞いてからお互いに顔を見合わせながら言った。なるほど。うちの先生が我々に断食させない理由がよくわかったよ。あのサマリア人のことが良い手本になっているんだよ。実はそれよりももっと大きな理由があった。イエスが弟子たちに断食をやめさせた本当の理由は、エッセネ派の指導者シャンマイの忠実な弟子アスラとの出会いにあったのだ。この男は祭日、断食をする日。でもないのに、断食をまめにやって、自分の肉体を懲らしめていた。みんなは彼の崇高な生き方を褒めたたえた。イエスがこの教団へ入るまでは、アスラの名は尊敬の別名で通っていた。日の出に彼らはアスラの周りに集まり、彼が聖書を読み、読んだ箇所について説教した。ところがイエスが入ってきてからは、イエスの偶話の方が面白く、
しかも神のことをよく理解できるので、次第にアスラの周りから修道者が去っていった。最後には二人の老人だけが残ることになってしまった。それでアスラは腹を立て、イエスは教団のルールを破るものであるとシャンマイに抗議した。イエスはシャンマイに呼び出された。その頃のシャンマイは一同から離れ、瞑想三昧の生活をしていた。彼は来たるべきメシアの幻が与えられるまで断食と祈りを続け、肉体が弱りきっていたので、トゲトゲしくイエスに言った。我々は肉体の感覚を喜ばせるようなことをやってはならないことを知っているだろう。アスラが言うにはお前は修道者たちに汚らわしい物語を話しているそうではないか。何でも一輪の花を摘み取ってきて、花の生命のことを語り、最後には野の百合の栄光を見よなどと言ったそうではないか。はい、その通りです。それは良くない。もし修道者が百合の花の美しさを見たら、心がかき乱され、だんだんと女性のことを連想し、大きな誘惑となるかもしれない。アスラが言うには、さらにランプの火にまつわる賢い女と愚かな女の話をしたそうだな。なんと汚らわしいことよ。もう二度と女性のことを連想させるような話をしてはならんぞ。我々はそのような世俗から全く離れていることを知りなさい。何をおっしゃいますか。女性は私たちの母ではありませんか。シャンマイはこのことでカンカンに怒り出し、明日にでも教団を出ていくように命じた。イエスの顔をじっと見つめているうちに、自分が全く理不尽な理由でイエスを追放するわけにはいかないことに気づき、シャンマイは新たに4週間同志から離れて暮らすように命じた。イエスは忠実に彼の命令に従ったので、再び元の生活に帰ることができたのであるが、もう二度と偶話を話すことはしなかった。その代わりはいといいえだけを口にするように決心した。これも後に弟子のヨハネに語ったことであるが、それからのイエスは、労働の時は歌を歌うように努め、大いに同志の慰めと喜びになったそうである。再び腹を立てたアスラはこれには抗議できなかったという。この歌はすべて神を称える歌だったからである。春が来て、夏も過ぎ去った。ブドウの収穫が終わった頃、イエスとアスラは再びエリコへ行った。例年のように、商人から金を受け取り、その金で穀物を買うためである。二人がブドウ酒を商人に渡してから、1時間ほど待つように言われた。それでアスラは近くのシュロの木の下に腰を下ろし、瞑想を始めた。ふと森の中を見ると、3人の子供が1人の子供をいじめているので、イエスは近寄り、彼らの仲裁をした。イエスは子供に様々な話を聞かせてやった。子供の母親たちもやってきて、イエスの話を熱心に聞いていた。ついアスラも瞑想をやめ、イエスの話に聞き入った。さて2人は帰ってきて、シャンマイに金を渡すや否や、アスラはイエスがシュロの木の下で行ったことをすべて報告した。このナザレ人はまた規則を破り、ろくでもないことを子供に話して聞かせたと言った。シャンマイはイエスに言った。我々エッセネ派の者は世俗を捨てているのだ。二つの世界を生きることはできないんだよ。神のみに仕え、神のみと交わるのだ。幼子は違います。彼らも人の子だ。この世に属するものだ。幼子が私のところに近づくのを止めないでください。天国は彼らのような者がいるところだからです。この言葉を聞いたシャンマイは怒り出し、耳を覆いながらうろうろと歩き回った。平静さを取り戻そうと努力している様子であった。シャンマイはアスラを見て、席を外すように促した。アスラは悲しそうに出て行った。シャンマイは自己の醜さを悟り、イエスと二人きりで話したいと思ったからである。シャンマイは沈痛の思いで語り出した。あなたの話を耳にして古傷が痛み出したのです。実は私にも子供がいて、みんな暴力沙汰で殺されてしまったのです。その時から私は世俗にいることが嫌になり、逃げてきたのです。私は心の中に憎しみを抱き続けてきたのです。しばらくの間、憎しみの心が眠っていましたが、今また目を覚まし、激しく私を襲うのです。あなたの言葉は本当に正しいのです。私の子供たちは天国にいるのです。シャンマイは泣き伏し、衣を涙で濡らした。
イエスの言葉によって慰められたシャンマイは言った。忍者の生活はあなたには適していません。あなたの光をマスの下に置いてはなりません。過去の経験を生かす使命が待っておられます。清い生活を保つために世俗を捨てたのではないのですか。私の場合はあなたと全く違います。世を捨てなければ再び悪霊が襲いかかり、憎しみの心に蝕まれてしまうでしょう。荒野に逃れ教団を形成してからやっと平和がやってきたのです。しかしあなたは違います。あなたそのものが光なのです。ですからそれをここで隠してしまうのは神の御心に反することです。あなたの光を人々の前で輝かすのです。さあ、これから世に出ていくのです。それで世が受け入れないときは、再びここに帰っていらっしゃい。この時のシャンマイは、実に賢者そのものであり、イエスは彼の知恵に驚嘆した。イエスは天の御父と共にあることを身近に感じ、ナザレに向かった。